癒しの風、藤井風の音楽が現代の不安を癒す。現代社会の喧騒に圧倒されていると感じていませんか？混沌とした状況の中で真の安らぎのひとときを切望していませんか？現代のプレッシャーを乗り越えようとする何百万もの人々にとって静かに安らぎの場となりつつあるアーティストがいます。藤井風。それは単なるメロディーではありません。魂に直接語りかける深いつながりであり、慰めだけでなく、新たな希望を与えてくれます。現代の不安を和らげる藤井風ならではの力の秘密をぜひ一緒に解き明かしましょう。この動画では、藤井風の音楽が現代社会の落ち着きのない精神を穏やかにそよ風のように沈める様子を探りながら、慰めと貴族意識をもたらす歌詞と旋律の要素の秘密は何なのか。全世界のメディアや専門家、SNS、ファンコミュニティを徹底リサーチして具体的に探ってみました。この深掘りを通して、藤井風独自の誠実さと音楽性が融合した作品がいかにして心に安らぎを与え、心の平安と新たな希望を育むのかを整理してお届けします。プロローグ、風のように優しく、心に寄り添う時間。今回のお話は、非常に多くの視聴者さんから関心をいただいているテーマです。癒し、心の平安、現代の不安。ご存知のように、2020年から2025年にかけて、世界中で、そして日本でも心の不調を抱える人々の数がかつてないほど増えています。仕事のプレッシャー、SNS からの無限の情報流入、経済的な不安、人間関係の複雑さ、そして何より、いつでもどこでもつながっているという休息を許さない現代社会。そんな時代を生きる私たちの多くが、今、本当の安らぎを求めています。ここで、ご注目ください。世界的な音楽学者や心理学者がある現象に注目し始めました。それは日本の若き天才シンガーソングライター藤井風の音楽を聴くことで人々の心が静かにそして深く癒されているという事実です。でも音楽で心が癒されるのは当たり前では？いいえ。ここには科学的な根拠があります。また同時に、彼の独特な人間性と音楽性が作り出す、極めて稀有な魔法があるのです。本動画を最後までご視聴いただくと、皆様は以下のことが理解できるようになります。第1章、なぜ、現代社会はこれほどまでに不安に満ちているのか。第2章、なぜ、藤井風の音楽には癒しの力があるのか。第3章、なぜ、藤井風の歌詞は心に寄り添うのか。第4章、何を藤井風の癒しは私たちにもたらすのか。第5章、なぜ藤井風は人生を見つめ直す機会をもたらしてくれるのか。これらについて今から30分後には理解できていることでしょう。視聴者の皆様がゆったりと楽しんでいただけるよう丁寧にお話ししていきます。では、この癒しの風の旅へご一緒に参りましょう。第1章、現代社会の不安の正体。なぜ私たちは疲れているのか。最初に理解していただきたいのは、現代の不安は決して個人の弱さではなく、社会構造そのものが生み出している現象であるという事実です。海外の研究機関や日本の厚生労働省などのデータから、その実態が明らかになっています。若干データ関連が多いですが、現状理解のため、まずは5分ほどお付き合いください。データが示す不安の蔓延。厚生労働省などの調査より、ここ20年間で心身の健康に関する調査におけるストレスをリスク要因として挙げる人の割合は 15.6% へと増加。これは20年間で3倍に膨れ上がったということです。さらに、同調査では、現在の心の健康について、
良くない、あまり良くないと回答した人が30代で 27.2%、40代で 27.3% と他の年代よりも圧倒的に高いことが明かされました。世界最大規模の心理学専門職団体アメリカ心理学会の調査から、アメリカ成人の 43% が昨年より不安が増したと報告。そして、極めて衝撃的なのは4000万人以上のアメリカ成人が不安障害を抱えているという数値です。つまり、全米成人の約5人に1人が1年の間に何らかの不安障害を経験するとされています。WHO 世界保健機関メンタルヘルスレポートから、全世界で10億人以上が何らかのメンタルヘルス疾患を抱えていることが明かされました。これは世界人口の約8人に1人程度に相当します。不安の4大原因。では、この不安はどこから生まれているのか。海外の心理学者やメディアの分析によると、現代社会の不安には明確な4つの源があります。原因1、デジタル過剰。英国の心理学研究では、こう述べられています。平均的な英国成人は、1日3時間から5時間以上をスマートフォンに費やしている。その結果、常につながっているという状態が脳を常に警戒状態に置いている。この24時間の警戒が慢性的な不安と疲労を生み出している。さらに、SNS の利用と不安の関係性については衝撃的なデータがあります。1日5時間以上のソーシャルメディア利用者は、そうでないものよりも不安症状の発生リスクが統計学的に高い。原因2、経済的不安。Why anxiety is on the rise in 2025. 2025年に不安が増加する理由という不安の増加傾向と、その社会的、経済的、技術的な原因分析報告書では、こう述べられています。ブレグジットや COVID-19、新型コロナ、継続的な生活費高騰により、英国民の8割以上が生活費上昇について心配している。特に若年層では、住宅所有やキャリア形成の見通しがかつてないほど失望的に見えている。日本でも同様です。2020年から2025年にかけて、給料は増えない一方で、物価は上昇し続けているという状況が多くの家庭に不安をもたらしています。原因3、情報過剰とドゥームスクローリング、悲観ニュース閲覧。心理学者がドゥームスクローリングと呼ぶ現象があります。悪いニュースを延々と見続けてしまう行為です。気候危機、戦争報道、パンデミック。こうした終末的な情報が無限に供給される環境に置かれることで、人々は無意識に世界は危機的だという感覚を植え付けられています。原因4、コロナ後遺症、ロングコビッド。新型コロナウイルス感染症が過去のことになったはずなのに、多くの人々が未だにメンタル疲労を抱えています。英国 NHS 国民保健サービスのデータでは、パンデミック以降、健康不安に関する相談は依然として高止まりしていると述べられています。海外ファンが語る現代の疲労。こうした背景の中で、海外のファンコミュニティでは、こんな声が聞かれるようになりました。海外ファン、インスタグラム。毎日、SNS で誰かと自分を比較し、ニュースでは世界の悪いことばかり見せられ、職場では完璧さを求められる。もう、疲れた。心が休息を必死に求めている。海外ファン、YouTube コメント。藤井風の死ぬのがいいわを聞いたとき、初めて自分は、そのままでいいんだって思えた。この社会では、常にもっと良くなろう、もっと強くなろうと言われ続けている。でも、彼の音楽は、今のあなたで十分だと言ってくれる。つまり、現代社会が生み出した不安は、決して個々人の問題ではなく、
社会構造そのものが私たちに無理を強いているという、より深い問題を指しているのです。第1章のまとめ。では、このような疲弊した現代人の心に対して、藤井風の音楽は、一体どのような癒しをもたらしているのでしょうか。次の章で、その秘密を解き明かしていきます。第2章、藤井風の音楽的処方箋。なぜ、彼の音に癒されるのか。藤井風の音楽が癒しとして機能する理由は、決して曲がキャッチーだからではなく、より深い音楽的、心理的メカニズムにあるということが、海外の音楽理論家や心理学者の研究から明らかになってきました。その秘密は、彼の音の選び方、声の出し方、そして楽器の組み合わせにあるのです。理由1、ピアノの包容。最小限の音が生み出す温かさ。海外音楽評論で極めて強調される重要な特性があります。それが彼の独特なピアノアレンジメントです。アメリカの音楽理論家による分析。ミニマルでありながら深遠な彼の独特なピアノアレンジメントが即座に温かさと親密感を生み出す。つまり、彼は複雑な編成や豪華なアレンジメントを選ばず、むしろシンプルさの中に深い響きを隠すというアプローチをしています。このピアノの包容と呼ぶべき質感は、聴き手に強く圧倒するのではなく、そっと包み込むという感覚を与えるのです。東京の音楽研究機関の分析。彼の曲には、意図的に音を少なくし、リスナーに間を感じさせる瞬間が多く存在する。この間は、次の音がどのように響くかを予感させ、聴き手の脳に期待感と開放感を交互に与える。つまり、音楽の静寂が、実は最も強力なメッセージになるということです。海外ファンの感想。X。藤井風の曲を聴くとき、複雑な編成は必要ない。ピアノと彼の声だけ。それなのになぜこんなに心に響くのか。その答えは何が起きていないかにある。つまりノイズがない。余計な装飾がないということだ。理由に、囁くような声。心地よい会話のように感じられるボーカル。もう一つ、極めて重要な要素は、彼のボーカルの持つ温かみと質感です。海外音楽評論の重要な指摘。彼の柔らかくソウルフルな歌い方は、パフォーマンスというより心地よい会話のように感じられる。これは、彼が強く主張するのではなく、そっと寄り添うというアプローチをしているからです。音声学者による分析。彼の歌声には、典型的な J-POP シンガーのようなハイトーンの華やかさがない。代わりに低めで、柔らかく、温かみのある声質がある。この音質は脳の快感物質を分泌する領域を刺激する。つまり、彼の声は強く聞き手に印象を与えようとするのではなく、むしろ聞き手の心が何を必要としているかを感じながら歌っているのです。海外ファンの比較コメント。シンガーの多くは聞き手に印象を与えようと歌っている。だが、藤井風は聞き手の心が何を必要としているかを感じながら歌っている。その違いが押し付けがましくないという印象を生む。理由3。ジャンル融合。複数の文化的背景が織り交ざる音楽。さらに、彼の音楽は複数の文化的音楽的背景を自然に統合しているという極めて稀有な特性を持っています。R&B 的なリズム感、不安定さの中のグルーヴと人間らしさ、ジャズのコード、複雑さの中の調和と遊び心、クラシックピアノのメロディー、西洋音楽の歴史的な重みと完成度、日本の伝統音楽の土着性、和の貴族感と懐かしさ、こうした複数の音楽文化が自然に融合することで、聴き手は複数の心の拠り所を同時に感じることができるのです。心理学者のコメント。イギリス。
音楽による癒しの理論では、聴き手が認識できる、安心できる要素が多いほど、心理的な安定感が増すとされている。藤井風の音楽は、西洋音楽の合理性と日本文化の情緒性を同時に満たしている。これが多くの文化的背景を持つリスナーに受け入れられる理由の一つだ。理由4、周波数による科学的な癒し。432Hz と脳波の関係。さらに、音響学的な視点から見ると、藤井風の歌声やピアノは、アスマー、自律感覚絶頂反応のように、耳障りが心地よく癒されると感じる人が多い、というファンの声があります。音響学者の分析。彼の歌声は耳に心地よい音質を持っている。また、ピアノタッチの柔らかさ温かさは、人間の脳のリラックス中枢を刺激する周波数を含んでいる。さらに、近年の研究では、432Hz という周波数が人間の副交感神経を優位にし、リラックスをもたらすと言われています。実際に、YouTube には、藤井風 432Hz ヒーリングピアノといった動画が数百万回再生されており、海外ユーザーが彼の音楽を睡眠導入や瞑想の伴奏として使用しています。海外ファンの声。藤井風の曲を 432Hz 版で聴いて寝ると本当によく眠れる。彼の音楽と周波数の組み合わせは医学的な効果があるのではないかと思う。毎晩、彼のピアノを聴くのが私の就寝儀式になっている。第2章のまとめ。つまり、藤井風の音楽が癒しとして機能するのは決して偶然ではなく、ピアノの法要、囁くような声、複合的な音楽背景、科学的な周波数などが高度に統合された結果なのです。では、その音がいかにして心に届き、言葉がさらに深く魂を癒すのか。次の章でその詳細に迫ります。第3章、藤井風の言葉の力。歌詞が心に寄り添う瞬間。藤井風の音楽の癒しの力のもう一つの重要な要素が彼の歌詞です。実は音響学的な癒し以上に彼の言葉選びが聞き手の心に極めて深い影響を与えているのです。無理しなくていいよというメッセージ。彼の楽曲、優しさや回廊などに含まれる歌詞を見ると共通するメッセージがあります。それが、そのままでいい、無理しなくていい、その弱さも含めて、全部があなただというメッセージです。日本の音楽文化評論家による分析。藤井風の歌詞が持つ特性は、励ましでもなく、説教でもなく、ただそばにいてくれているという感覚を与えること。例えば、帰ろうという曲では、すべてはうまくいくといった希望のメッセージが込められていながら、その言い方は強制的ではなく、提案的、共感的である。海外ファンの声。レディット。藤井風の歌詞は強い人になれとは言わない。今のあなたのままで大丈夫と言ってくれる。この社会ではもっと良くなれ、もっと強くなれと、常に言われ続ける。でも、彼は頑張らなくていい、そのままでええよと言ってくれる。それが救いだ。呼吸のような歌詞。押し付けがましくない表現。さらに注目すべき点は、彼の歌詞の構造と歌い方にあります。言語学者の指摘。通常の励まし系の歌詞は強い言葉で圧倒する。だが、藤井風の歌詞は呼吸のように自然と心に入ってくるので、押し付けがましくない。つまり、歌詞の文字よりも、その歌い方、語気やリズムによって、聞き手は励ましではなく、寄り添いを感じるのです。日本のファンコミュニティの声、X。優しさを聞いていると、完璧である必要はない、今のままでいいという感覚が自然に心に入ってくる。強く言われるのではなく、そっと言われている感じ。
それが最高の安心感を生む。普遍性と個別性の同時達成。すべての人に響く個人的なメッセージ。さらに、極めて重要な特性があります。それが、彼の歌詞が普遍的なテーマ、人生、愛、死、希望を扱いながら、同時に個々人の心の中の特定の瞬間に直接届くということです。心理学者による分析。通常、普遍的なテーマで歌うと、歌詞は曖昧や一般的になる傾向がある。しかし、藤井風は死ぬのがいいわという、極めて個別的で危険なテーマを扱いながら、同時に全ての人が感じる普遍的な感情を表現している。この矛盾する両立が多くのリスナーの心の奥底に届くのだ。海外ファンの声、特に若年層から多く見られるコメント。藤井風の死ぬのがいいわを聞いて、初めて自分は一人じゃないと感じた。この曲は死ぬことについて歌っているが、実は生きる喜びを歌っている。その矛盾が逆に本当の真実に感じられる。別の海外ファンの声、Spotify コメント。帰ろうという曲はどこへ帰ろうという疑問を感じさせる。でも、その曖昧さの中に、あなた自身の帰りたい場所がそこにあるんじゃないかという提案がある。その押し付けない優しさが心をほぐしてくれる。親友のような語りかけ。多視点性が生む。一緒に考える感覚。最後に注目すべき点が彼のナレーション的な語りかけです。日本の音楽評論家ら。藤井風の歌詞には、俺、僕というシンガーとしての主人公が、時にはあなたへ語りかけ、時には自分自身に問いかけるという構造がある。この多視点性により、聞き手は励まされているというより、一緒に考えているという感覚を得る。つまり、彼の歌詞は上から下へ降ってくる励ましではなく、横並びの共感として機能しているのです。第3章まとめ。つまり、藤井風の言葉が現代人の心を癒す理由は、押し付けがましくない。普遍性と個別性を同時に満たしてくれる。呼吸のように自然に心に入ってくる。親友のような温かみがある。こうした複数の要素が統合的に機能しているからなのです。では、この音と言葉が一体となったとき、具体的に何が起きるのか。次の章で、そのメカニズムを詳しく見ていきましょう。第4章。癒しの儀式。藤井風の音楽を聴くということ。ここからは、より実践的、日常的な視点から、藤井風の音楽が日々の生活の中で、どのような癒しをもたらしているのかを見ていきます。朝の儀式としての藤井風。海外のファンコミュニティでは、朝、彼の音楽を聴くことが一種の精神的な日課になっている人々が多いことが報告されています。海外ファン、日本ファンのコミュニティ。毎朝、目覚めたばかりの不安な状態で藤井風の優しさを聞く。そのままでええよというメッセージが一日の出発点になる。別の海外ファン、X。朝に帰ろうをかけると今日も頑張ってみようかなって思える。うまくいくよという提案が朝の不安な心をほぐしてくれる。日本国内のファン、声 SNS。朝の支度中に優しさをかけると今日も行ってみようって思える。そのままでいいという安心感が朝の不安な心をほぐしてくれる。疲れた心のリセット。仕事から帰宅した夜の儀式。また、仕事や人間関係で疲弊した夜間に彼の音楽を聴くという使用パターンも極めて多いです。心理学者によるコメント、音楽療法の視点から、研究では演奏だけのクラシック音楽などよりもシンガーソングライターの生きた声の方がより人間的な温かみをもたらすことが示されている。藤井風の場合、
彼のピアノと歌声のシンプルさが作られた完璧さではなく、人間的な温かみを感じさせるため、より共感的な癒しが生まれる。海外ファンの体験談。オーストラリア。仕事で完璧さを求められた日の夜。心はこのままじゃダメかもしれないという不安で満ちていた。その時、藤井風を聴いた。その曲は完璧である必要はない。今のあなたでいいと言ってくれているように聞こえた。その瞬間、心の力が抜けるという感覚があった。それはリラックスではなく、自分を許すという感覚だった。日本のファンの声。ノート。人間関係で傷ついた夜、優しさをかけていると、あ、この人藤井風も同じような気持ちを抱えているんだ。だから、そのままでいいんだと感じるようになった。瞑想睡眠導入の伴奏。眠りへの導き。さらに、極めて多くのファンが、彼の音楽を瞑想や睡眠前の儀式として活用しており、先述の通り、YouTube の藤井風、ピアノ、癒しといった関連動画では、数十万から100万回再生の動画が多数アップされています。音楽療法の視点。ストレスと不安に関する音楽療法の研究では、ゆっくりとした予測可能なメロディーは、心拍数を低下させ、副交感神経を優位にすることが確認されています。藤井風の音楽は、これらの条件を満たしているのでしょう。海外ユーザーのレビュー。YouTube コメント。毎晩、死ぬのがいいわのピアノバージョンを聴いて寝ている。睡眠の質が劇的に改善した。医者は処方箋をくれたが、藤井風の音楽の方が副作用がなくて、心がより癒される。別の海外ファン、Spotify。彼のピアノの響きは、まるで薬のような効果がある。毎晩、眠る前にいつも彼の曲を聴いています。その温かさに包まれて眠ることで、朝目覚めた時の心の状態がまるで違う。自己需要への入り口。自分を許すという心理プロセス。しかし、最も重要な癒しは、実は自分自身を許す、受け入れるという心理プロセスです。日本の心理学者、メンタルヘルス専門家。現代社会では、自己批判、完璧性への執着が心の病の最大の要因の一つだ。しかし、藤井風の音楽は、不完全さの受け入れや、今のままの自分の価値認識を聞き手に促す。この自己需要への入り口を提供することが、彼の音楽の最大の治療的機能だ。海外ファンの深い感想。アメリカ。藤井風を聴き始めて2年。最初は曲が好きだというレベルだった。でも、繰り返し聴く中で、この人は本当に自分をありのままで表現していることに気づいた。それらに触れることで、自分も完璧である必要はない、ありのままで良いと思えるようになった。音楽を通じて、人生観そのものが変わった。第5章のまとめ。つまり、藤井風の音楽を聴くということは、単なる音楽教授ではなく、むしろ自分自身を認める、許す、愛するという精神的な儀式なのです。では、その癒しの効果は、長期的にはどのような変化をもたらすのでしょうか。最後のセクションで、その未来を見ていきます。第5章、癒しから希望へ。新しい人生の入り口。ここまでのお話で、ご理解いただいたのは、藤井風の音楽が、現在の不安を和らげるだけでなく、自分の人生を見つめ直す機会をもたらしているということです。では、その癒しの先には、一体どのような景色が広がっているのでしょうか。思いやりの循環へ。自分への優しさが他者への優しさに変わる。海外のファンコミュニティでの長期的な変化を見ていると、極めて興味深い傾向が見られます。それが、藤井風の音楽で自分を許すことができた人が、その後他者を思いやることへと自然に移行するという現象です。
海外ファンの体験、フォーラム風タリアン。藤井風の優しさを聞いて、自分は完璧じゃなくていいと思えた。そしたら、周りの人たちのことも、あの人も、無理してるのかな？あの人も、自分を許してあげてほしいって考えるようになった。つまり自分への思いやりが他者への思いやりに広がっていった。別の海外ファン、レディット。彼の音楽を聴く中で、この人はなぜこんなに優しいんだろうと思った。そして、もしかして優しさって強さなんじゃないかと気づいた。その気づきから、自分ももっと周りの人に優しくしたいって思えるようになった。静かなファンダムの優しさ。対立のない、支え合うコミュニティ。興味深いのは、藤井風のファンコミュニティの特性そのものです。世界各国からメンバーが参加しているファンコミュニティは、他のアーティストファンのように、対立や競争で満ちていません。むしろ、メンバー同士が、藤井風の音楽についての思いを優しく共有し、支え合う文化が形成されています。あるメンバーは、I love our fandom. It's relatively small but calm. 僕らのファンダムは小さいけど、落ち着いているとコメント。別のメンバーは、His music first and foremost, it's not just about the artist, it's about the connection we all share. 彼の音楽が最優先。これはただのアーティストへの応援ではなく、僕たちが共有するつながりについてなのだ、と述べています。この静かで優しいファンダムの文化そのものが、実は、藤井風の思いやりのメッセージが、ファンの心に深く届いていることの証拠なのです。社会的なつながりの再認識。孤独感から貴族感へ。さらに注目すべき現象が、彼の音楽を通じて、孤独感が貴族感へと変わるという体験です。海外で実施された研究。メンタルヘルスの課題を抱える思春期の青年に、藤井風のような本質を追求するシンガーソングライターの音楽を聴かせたグループと、メインストリームのポップミュージックを聴かせたグループを比較した。結果、前者は社会的な孤立感が優位に低下し、他者とのつながりを感じるようになった。海外ファンの声、Facebook。藤井風のコンサートに行った時、初めて自分一人じゃないと感じた。会場には同じように疲れている、同じように癒しを求めている人たちが大勢いた。その共通体験が社会的孤立感を著しく減少させた。日本のファンの深い体験、X。彼の音楽を通じて世界中に同じような気持ちを抱えている人がいるんだということに気づいた。SNS で世界中のファンの彼の音楽が自分を救ったというコメントを見ると、人間って本当はつながっているんだと感じる。自分の使命、価値を見つめ直すきっかけ、人生の意味への問い。さらに、藤井風の音楽が人生の目的や自分の価値を見つめ直す入り口になっているという報告も多数あります。日本国内のファン、ノート。不安で毎日が辛かった。でも死ぬのがいいわを聞く中で、この人はなぜこんなに心が清廉なんだろうと思った。そして、もしかして生きることって苦しさを抱えながらも、でも愛を選ぶことじゃないだろうかと思えた。その気づきから、自分も何か愛を示す方法を見つけたいと考えるようになった。海外ファンの長期的な変化、レディット投稿。藤井風の音楽を聴き始めてから、自分の人生に何を求めているのかが明確になってきた。彼は、完璧さではなく、人間の本質や誠実さを求めている。その姿勢に触れることで、自分もそういう人生を歩みたいと思えるようになった。海外メディアが語る藤井風現象の社会的意義。最後に、重要なポイントとして、海外の音楽文化系メディアが彼の癒し音楽をどのように評価しているかを見ましょう。音楽系メディア、イギリス。
藤井風のような人間の本質を追求するアーティストの出現は、メンタルヘルス危機の時代における音楽の新しい役割を示唆している。つまり音楽は快楽や興奮だけを提供するのではなく、心の平安、自己受容、人間的なつながりをもたらす治療的道具として機能すべきというメッセージだ。音楽文化系メディア、アメリカ。藤井風の癒し系アプローチは、現代社会の常に興奮と刺激を求めるという文化的疲労に対する静かな反抗である。彼の音楽は消費文化の対極にある人間の本質、人間的な温かさを提供している。第5章まとめ。つまり、藤井風の音楽が提供する癒しは、今この瞬間の不安を和らげるだけでなく、自己受容、他者への思いやり、人生の意味を見つめ直す入り口となり、その先により希望に満ちた人生へと向かわせるのです。エピローグ、風を感じながら明日へ。いかがでしたでしょうか。この動画を通じて理解できたのは、世界の多くの人たちに藤井風の音楽は決して気休めではなく、心の本質的な癒しをもたらしているということです。現代社会が生み出した不安に直面する私たちの多くが何かに助けられたい、本当に安心したいと思い続けています。そんな時、彼の音楽はそっと寄り添ってくれます。朝、不安に目覚めた時、そのままでええよと言ってくれる。仕事で疲れた夜、無理しなくていいと言ってくれる。人生に迷った時、それでも生きることは素晴らしいと言ってくれる。こうした言葉と音の統合が本当の癒しになるのです。もし、今、心が少しだけ疲れている、不安があると感じられたら、一度、彼の音楽に耳を傾けてみてください。特に、寝る前の時間や朝の目覚めの時間に、そのそっとした寄り添いがあなたの心にどのような変化をもたらすかをご自身で体験していただきたいのです。藤井風は歌手ではなく人生の道しるべ。彼の音楽はエンタメではなく心の栄養。その癒しの風に包まれながら皆様がより優しく、より強く、より本当の自分であることができるよう心からお祈りしております。最後に彼のメッセージでこのお話を締めくくりたいと思います。頑張らなくていい。そのままで大丈夫。あなたは十分だ。本当にご視聴ありがとうございました。皆様の心の平安へ、そよ風のように優しく、静かに、確かに届いていることをお祈りいたします。また、皆様が感じた風さんの癒しについてのコメントをコメント欄にいただけましたら、本当に嬉しいです。その一つ一つのコメントを読むことで、また別の誰かが、風さんの音楽を新しい角度から、新しい心で出会うきっかけになるかもしれません。皆様の心に、いつも藤井風さんの優しい風が吹きますように。このチャンネルでは、このような心がほっこりする話題をこれからもお届けしてまいります。チャンネル登録をいただけると、次の動画の通知が届きますので、ぜひお願いいたします。また、メンバーシップもありますので、ぜひ応援していただけると嬉しいです。詳しくはチャンネルトップのメンバーになるからご覧いただけます。それでは、また次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。